渡れば戻れない場所の手前、その境界で彼が目撃したものとは何だったのか。2026年3月、韓国ソウルにある大学病院で一人の男性が死亡宣告を受けた。心肺停止、そして脳波はゼロ。医療機器が示す数値は完全な沈黙だった。その状態が24分間続いた。蘇生処置を続ける医師たちの手は止まらなかった。しかし、誰もが心の中で同じことを思っていた。もう戻らないかもしれない。その時、当時62歳だった男性の意識はどこか別の場所にあった。光があった。柔らかく、暖かく、すべてを包み込むような光だった。その光に引き寄せられるように、男性は進んでいった。足があるのかもわからなかった。ただ、そこへ向かっていた。そして、そこには存在たちがいた。彼らは話していた。様々な言葉で、様々な声で、互いに何かを伝え合っていた。男性には、それが異なる言語だということが、なぜかわかった。見知らぬ音の響き、聞いたことのない声の流れ。しかし、不思議なことが起きていた。すべての言葉が、韓国語として聞こえていたのだ。英語でも、日本語でも、聞いたこともない言語でも、男性の耳には、あるいは意識には、すべてが母国語として届いていた。意味がわかった。感情が伝わった。温度さえも感じた。男性が目を覚ましたとき、医師たちは信じられない表情で彼を見つめていた。24分間、脳波がゼロだった人間が、意識を取り戻した。そして男性が最初に口にしたのは、こんな言葉だった。私はあの場所で、すべての言葉を韓国語で聞きました。医師たちは沈黙した。神経科学では、説明できなかった。脳波がゼロの状態で、言語を処理する脳の機能が働くはずがない。それは医学の常識だった。しかし、男性の証言は揺るぎなかった。なぜ、すべての言語が母国語に変換されていたのか。なぜ、脳が機能していないはずの状態で、意味を理解できたのか。この不思議な体験には、ある背景があった。男性がその日、あの病院にたどり着くまでの経緯が、この謎をさらに深くしていく。次は、その日の、事故の前、に遡る。その男性の名前は、キム・ジョンウォン。当時62歳、ソウル市内に暮らす。ごく普通の会社員だった。35年間、同じ会社に勤め続けた。特別に目立つこともなく、しかし、誰よりも誠実に、そういう人間だった。趣味は早朝の散歩だった。毎朝5時半に起き、近所の公園を40分ほど歩く。それが彼の、長年続けてきた習慣だった。血圧は少し高めだったが、医者からは、気をつけていれば問題ない、と言われていた。自覚症状は、ほとんどなかった。だからこそ、その日も彼はいつも通りに目を覚ました。2026年5月のある朝のことだった。空はよく晴れていた。風が少し冷たかったが、爽やかな朝だった。彼はいつものように公園へ向かった。砂利道を歩き、木々の間を抜け、ベンチのそばを通り過ぎた。何も変わったことはなかった。しかし、散歩の途中で突然、胸に鋭い痛みが走った。息が詰まった。足が止まった。次の瞬間、彼の意識は途切れた。倒れた彼を最初に発見したのは、同じく早朝に散歩をしていた近隣の男性だった。すぐに救急車が呼ばれた。救急隊員が到着した時、彼はすでに心肺停止の状態だった。病院まで、およそ8分、搬送中も、蘇生処置が続けられた。しかし、心臓は動かなかった。病院に運ばれてからも、医療チームは懸命に処置を続けた。電気ショック、薬剤投与、心臓マッサージ、何度も繰り返した。そして、脳波計が示したのは、ゼロだった。完全な、沈黙。脳の活動を示す波形は、一本の平らな線になっていた。その状態が、24分間続いた。医療スタッフの間に、静かな緊張が広がった。誰もが、最悪の結果を覚悟し始めていた。しかし、24分後、心臓が動いた。脳波に、わずかな波が戻り始めた。彼は、生還した。奇跡的な蘇生だった。医師たちでさえ、言葉を失った。そして数日後、意識を取り戻した彼が口にした言葉が、すべての始まりだった。あの場所で聞いた言葉は、すべて韓国語でした。その証言が、
医学の常識を根底から揺るがすことになる。彼の意識は、脳波がゼロだったあの24分間、一体どこにあったのか。彼の意識は、肉体を離れた。それは、突然のことだった。痛みは、なかった。恐怖も、なかった。ただ、すっと何かが抜けるように、彼は気づいた。自分が天井を見下ろしていることに、白衣の医師たちが慌ただしく動いている。看護師が叫んでいる。機械のアラームが鳴り続けている。そして、ベッドの上には動かない自分の体があった。不思議と恐ろしくなかった。むしろ穏やかだった。彼はそのまま上へと引き寄せられるように移動していった。医師たちの目には何も見えていない。モニターの数値だけが全ての現実だった。脳波はフラット。心臓は止まっている。彼らの世界では、彼はすでに死んでいた。しかし、彼の意識は確かに存在していた。彼が後に語ったことは、こうだ。自分が死んでいるとは思いませんでした。ただ、別の場所にいると感じていました。その別の場所とはどこだったのか。薄い光の膜のようなものをくぐり抜けた。そう彼は表現した。その先には広大な空間が広がっていた。色で表すなら白でも黒でもない、言葉では説明できない何かの色だった。そこには人がいた。いや、人のような存在がいた。彼らは話していた。確かに口を動かしていた。様々な声の質、様々なリズム、明らかに異なる言語を使っていた。なのに彼には全てが韓国語として聞こえた。一語一句完全に理解できた。違和感は全くなかった。翻訳されているのでも吹き替えられているのでもない。ただ最初からそういうものだったとしか感じられなかった。これは錯覚だったのか、臨死状態の脳が作り出した幻覚だったのか。しかし神経科学者たちは首をかしげた。脳波がゼロの状態では幻覚を生成する神経活動そのものが存在しないはずだからだ。夢を見るには脳が動いていなければならない。記憶を形成するには神経回路が機能していなければならない。にもかかわらず彼は覚えていた。鮮明に、細部まで。ではその記憶はどこに刻まれたのか。その問いに医学はまだ答えられていない。彼の意識は24分間確かにどこかにあった。そしてその場所では言語の壁が存在しなかった。次に彼が体験したのは全ての人が語るあの光だった。しかし彼が見たトンネルには少し違う何かがあった。トンネルがあった。彼はそう語った。静かに。しかし確信を持って意識が戻った時、最初に思い出したのは暗闇ではなかった。光でもなかった。それは通路だった。細長く奥へと続く静かな通路。壁はなかった。天井もなかった。ただ進む方向だけがあった。足音はしなかった。自分が歩いているのか浮かんでいるのか、それさえわからなかった。ただ前へと引き寄せられていた。そしてその先に光があった。多くの人が語るあの光だ。眩しいはずなのに目を細めなくていい。暖かいはずなのに熱くない。言葉にできない優しさのようなもの。しかし彼が見たトンネルには他の人の証言とは少し違う何かがあった。それは人だった。光の手前に人影があった。一つではなかった。複数の輪郭がそこに立っていた。じっと彼を待つように近づくにつれて顔が見えてきた。彼は息を飲んだ。そこにいたのは10年前に亡くなった父親だった。そして3年前に行った幼馴染の顔もあった。皆穏やかに微笑んでいた。責めるでもなく悲しむでもなく、ただ温かく。父親が口を開いた。言葉が聞こえた。日本語ではなかったかもしれない。だが意味は完全に伝わった。まだ早い。たったそれだけだった。それだけで全てが分かった。彼は後に語っている。あの時言語など必要なかった。伝わるということがただそこにあったと。声ではなく意味が直接届く。音ではなく感情が流れ込んでくる。それは人間が地上で使う言葉とは
根本的に異なる何かだった。神経科学はこれを説明できない。脳波がゼロであれば、感情の処理も、記憶の形成も、起きるはずがない。だが、彼の記憶は鮮明だった。父の表情、幼馴染の笑顔、届いた言葉の重さ。26年ぶりに見た父の顔は、老いていなかった。亡くなった時よりも、若かった。光は、まだそこにあった。呼んでいるようでもあった。しかし、父の言葉が、彼を引き止めた。そして彼は、気づいたら、病院のベッドの上にいた。光は消えていた。トンネルも、人影も、なかった。残ったのは、静寂と、頬を伝う涙だけだった。しかし、その体験には、まだ続きがあった。光の向こうに、彼は、教会を見た。渡れば、戻れない場所の、手前、その教会で、彼が目撃したものとは、何だったのか。教会は、突然、現れた。光の向こうに、何かが、あった。壁でも、扉でも、ない。それは、ただ、そこに、あった。見えない線のような、何か、踏み越えれば、戻れない。そのことが、言葉もなく、わかった。彼は、その手前で、立ち止まった。IMG、境界線の前に立つ木と影、霧と光が交差する幻想的な空間。不思議なことに、恐怖は、なかった。むしろ、穏やかだった。暖かく、静かで、どこか懐かしい。まるで、生まれる前から知っていた場所のような。しかし、彼の足は動かなかった。教会の向こうから声が聞こえた。多くの声だった。男の声、女の声、子供の声。言葉の種類は違うはずだった。それでも、すべてが日本語として届いた。いや、正確には違う。意味がわかった。ただ、それだけだった。彼は後にこう語っている。言語という形を通っていなかった。でも、意味だけが完全に伝わってきた。それがどれほど自然なことか。あちら側では、それが普通だった。その声たちは彼に問いかけていた。まだ行くか。一言ではなかった。100の声が同時に、しかし一つの意味として届いた。まるで宇宙全体が彼一人に語りかけているような。彼は答えようとした。しかし言葉が出なかった。口が動かなかった。声帯がない。体がない。それでも自分の意志だけがそこにあった。意志は言葉よりも早かった。思った瞬間、相手に届いた。彼が感じた戸惑いも悲しみも未練もすべてがそのまま伝わった。IMG、光の境界線、無数の光粒子が漂う静筆な空間。境界の向こうから答えが来た。急がなくていい。その一言だけが波のように広がった。優しく、深く、どこまでも彼はその場に佇んだ。どれほどの時間かわからなかった。時間という概念がそこには存在しなかった。ただ一つのことがはっきりした。戻るか止まるか、その選択肢が目の前にあった。誰かに強いられるわけでもない。完全に自分の意志だった。そして彼の意識の中にある光景が浮かんだ。まだ見ていない顔があった。まだ言えていない言葉があった。まだ終わっていない時間があった。彼の意志が決まった。その瞬間、境界が遠ざかった。光が薄れた。声が消えた。そして次に始まるのは全く別の記憶だった。死の直前、走馬灯のように広がった人生の断片たち。それはただの記憶ではなかった。それはただの記憶ではなかった。死の淵から引き戻されようとしていたその瞬間、彼の意識の中に突然光の洪水が押し寄せた。幼い頃の朝の匂い、母親が握ってくれた小さな手のひらの温かさ、初めて自転車に乗れた日のあの風。記憶は順番など無視した。時間は前にも後ろにも流れた。学校の廊下、友人たちの笑い声、誰かと喧嘩して泣いた夜、初めて誰かを好きになった。あの春の教室、走馬灯という言葉がある。しかし
彼が経験したのは、それよりも、はるかに深いものだった。ただ映像が流れるのではなかった。その一つ一つの場面に、感情が宿っていた。喜びが、痛みが、後悔が、愛しさが、全部一度に押し寄せてきた。妻と出会った日のことを見た。その日の彼女の表情を、彼はもう細かく覚えていなかった。しかし、そこで見た彼女の顔は、あの頃のまま、若く、柔らかく、輝いていた。彼は気づいた。自分が忘れていたと思っていたものを、実は何一つ忘れていなかったと。子供が初めて歩いた日、父親の葬儀の夜、一人で泣いた記憶、何気ない食卓の何気ない会話、それらは全て意味を持ってそこにあった。そして記憶の中にまだ見ていない顔が現れた。まだ大人になっていない孫の顔だった。まだ会えていない、まだ抱きしめていない、その顔がぼんやりと、しかし確かにそこにあった。彼は理解した。人生とは完成するものではないのだと。終わりまで何かが続いていくものなのだと。記憶のパノラマはやがて静かに閉じていった。光の向こうに何かが待っていた。それが帰るべき場所なのか、それともまだ終われない理由なのか。彼の意識は再び動き始めた。次のパートではついに彼がこの世へと戻ってくる。意識が戻った瞬間、彼が最初に口にした言葉とは何だったのか。意識が戻ってきた。最初に感じたのは痛みだった。胸の中心から鋭く焼けるような感覚。そして音、機械のアラーム音、誰かの叫び声、慌ただしい足音。戻ってきた、戻ってきたぞ。医師の声が遠くから近くへと流れ込んできた。彼の目がゆっくりと開いた。白い天井、蛍光灯の光、マスクをした顔がいくつも自分を覗き込んでいた。24分間、心臓は止まっていた。脳波は完全にゼロだった。医療の常識では、それはもはや生還できない領域だった。しかし、彼はそこから戻ってきた。担当医は後にこう語っている。あれほど長い心停止から神経学的な後遺症なく目覚めた例は、私の30年のキャリアで見たことがなかった。蘇生処置を言っていた看護師の一人は、彼の目が開いた瞬間、思わず声を上げて泣いたという。それほどまでに、その瞬間は奇跡のように見えた。体につながれた無数のチューブ、モニターに映し出される細く、しかし確かに刻まれる心拍のライン。彼は生きていた。そして意識が戻って間もなく、彼は口を動かした。か細い声で、しかしはっきりと言葉を紡いだ。あちらではすべての言葉が日本語に聞こえました。病室が静まり返った。医師も看護師も誰一人すぐには言葉を返せなかった。そこにいた存在たちは明らかに異なる言語を使っていた。口の動きも声の調子もバラバラだった。しかし彼の耳に届く言葉はすべて自分の母国語だったという。それは夢だったのか幻覚だったのか。脳波がゼロの状態でなぜ言語の認識が起きたのか。神経科学は未だにその答えを持っていない。彼は生還した。しかし戻ってきた彼は以前の彼ではなかった。あちら側で見たもの、聞いたもの、感じたもの、それらはすべて彼の中に深く刻み込まれていた。次のパートでは生還後の彼にどのような変化が訪れたのかを見ていく。死の淵を超えた者だけが知ることのできる世界の見え方とは。彼は戻ってきた。しかし家族が最初に気づいたのは彼の目が変わっていたということだった。以前の彼はどちらかといえば無口で感情を表に出さない人だった。仕事一筋で生きてきた62年間だった。しかし病院のベッドで目を覚ました彼は妻の手を握りながら静かに泣いた。言葉もなく、ただ涙が流れた。妻は後にこう語っている。あの人が泣くのを結婚して初めて見ました。退院後彼の生活は少しずつ変わっていった。まず怒らなくなった。些細なことで苛立つことがピタリと止まった。渋滞に巻き込まれても
食事が遅れても、計画が狂っても、彼はただ、静かに、微笑んだ。家族には、それが不思議でならなかった。次に、自然への関心が、深まった。以前は見向きもしなかった庭の草花を、毎朝、長い時間をかけて眺めるようになった。雨の音を聞きながら、ぼんやりと、窓の外を見つめることも増えた。息子はこう言っている。父は何かを、あちらで見てきたんだと思います。言葉では説明できないものを、そして、最も大きな変化は、死への恐怖が、消えた、ということだった。彼は周囲にこう語った。怖くないんです。もう、あちらがどんな場所か、知っているから。その言葉を聞いた家族は、安堵したと同時に、どこか、胸が締め付けられる思いがした。という、死を恐れなくなった人間は、穏やかに見える。しかし、その穏やかさの裏に、自分たちには決して触れることのできない体験が、静かに横たわっている。その距離感が、家族にとって、新たな寂しさでも、あった。彼が体験した、言語を超えた世界。それは、彼の内側を、根本から、書き換えていた。では、その体験は、科学の言葉で、説明できるのだろうか。意識とは何か、魂とは何か、そして、あの世界は、本当に、存在するのか。次のパートでは、神経科学と、スピリチュアルの世界が、この体験をどう読み解くのかを、見ていく。科学は、この体験を、どう説明するのか。神経科学の立場から言えば、心停止中に意識が存在すること自体、あってはならないことだ。脳波がゼロになった瞬間、思考も、感覚も、記憶も、すべて止まるはずだった。それが、教科書の答えだ。しかし、この男性が語った記憶は、あまりにも鮮明だった。曖昧な夢ではなく、構造を持った世界、言語が交差し、意味が伝わり、存在たちが動いていた。研究者たちは、この種の体験を、因子体験、と呼ぶ。英語では NDE とも言われる現象だ。世界中で、数万件もの報告が積み重なっている。その中でも、脳波の完全停止中に体験されたケースは、科学者たちにとって、最も説明が難しい事例とされている。ある神経科学者は言った。意識は、脳が生み出すものだと、私たちは長い間、そう信じてきた。だが、脳が完全に止まった後で、なぜ、これほど鮮明な認識が残るのか、それが説明できない。と、一方、スピリチュアルの世界では、この体験は、別の文脈で読み解かれる。意識は、肉体の産物ではない。肉体が滅びても、意識は続く。そして、あの世界では、言語というものが、そもそも音ではなく、意図で伝わる。だからこそ、彼は全ての言葉を、母国語で受け取ったのだと、そう語る研究者もいる。言語を超えた情報の伝達。それは、魂が持つ、本来の機能なのかもしれない。科学は、現象を計測しようとする。スピリチュアルは、現象の意味を問おうとする。どちらも、真実の一部を、掴もうとしている。ただ、確かなことが、一つある。この男性が体験したことは、測定できなかった。記録できなかった。しかし、消えることも、なかった。24分間、脳は沈黙していた。だが、彼の中の何かは、確かに、動いていた。その、何か、に名前をつけることが、今の科学にも、スピリチュアルにも、まだできていない。では、あの世界で彼が受け取ったものは、何だったのか。次のパートでは、彼が目覚めた後、静かに、しかし確かに、語り始めた、メッセージ、に迫っていく。彼は、目覚めた後しばらく、何も語らなかった。医師たちの質問にも、家族の呼びかけにも、ただ静かに天井を見つめていた。3日後、彼はようやく口を開いた。あの場所で、私は孤独ではありませんでした。それが、最初の言葉だった。彼が語ったのは、恐怖の体験ではなかった。光でも、闇でも、裁きでもなかった。ただ、深い、静けさだった。そして、言葉が通じた。という感覚だった。彼は言う。あそこでは、言葉を使う必要が、なかったのかもしれない。でも、私には聞こえた。すべてが、私の言葉で、それが何を意味するのか、彼自身も、まだわからないという。ただ、一つだけ、確かなことがある。あの24分間に受け取ったものが、今も自分の中に生きている。
ということだ。彼は今、以前とは違う生き方をしている。急がない。言葉を選ぶ。誰かと話すとき、相手の言葉の奥にある何かを聞こうとする。あの場所が教えてくれたのは、言語ではなく、意図だったと思います。伝えたいという気持ちそのものが、すでに届いていた。私たちは毎日、言葉を使う。しかし、本当に伝わっているものは、言葉の外にあるのかもしれない。脳波がゼロになっても、何かが動いていたとすれば、その、何か、は、おそらく、あなたの中にも、ある。彼の体験は、特別な人間の話ではないのかもしれない。ただ、ほとんどの人は、その、何か、に気づかないまま、日々を過ごしている。今日、誰かに言葉をかけるとき、その言葉の奥に、何があるか、少しだけ、立ち止まってみてほしい。24分間の沈黙が、私たちに残したのは、問いではなく、もしかしたら、答えの入り口だったのかもしれない。